皆様、新年明けましておめでとうございます。先週の動画でたくさんの励ましの温かいコメント、メッセージをお寄せいただきまして、どうもありがとうございます。皆さんのね、コメントを読みながら、返しながら、もう結構すごい号泣してたんですけど、一つ一つがとても心に刺さって、とても感謝の気持ちでいっぱいです。今年もね、2022年もどうぞよろしくお願いします。で、今日はですね、まだ元旦ということで、お正月休みに入っている方もたくさんいらっしゃると思うので、そんなお正月休みの読書にぴったりな一冊、そして、それにちょっと関連して私の今年の抱負っていうのをシェアしていきたいと思います。で、早速、お正月休みの読書におすすめなのはこちらの神との対話という本です。以前ピースフォークイズインのりょうやさんと対談をさせていただいた時に、りょうやさんがビーガンになったきっかけというのがこちらの神との対話っていう本だったっていうのを聞いて、その時はこの本の存在を知らなかったんですけれども、で、どんな本なんだろうと思って興味が湧いて読んでみたっていうのが私のこの神との対話をしたきっかけでした。で、神との対話は3冊あって、でどういう内容かというと、人生のどん底にあったこの著者のニールさんっていう方が、人生についての質問、疑問っていうのを神に投げかけて手紙にしたところ、その手紙を書き終わった時にペンがサラサラサラと勝手に、手が動いて神からのその答えが返ってきた。で、またそれに対して質問というか、そうですね、反応を書いて、でまたサラサラサラと手が勝手に動いて、答えが返ってきて対話となって、その神との対話を記録したっていうのがこの本なんですね。神といっても何かなんていうんですかね、宗教的な内容とかではなくて、むしろトラディショナルな宗教に対して神様がその教えを否定するみたいな部分があったりとかするんですけれども、世界の宇宙の私たちを取り巻く大きな流れというか力とか仕組みとか、そういうことについていろいろなアングルから語られているっていうものになります。で、そういうふうに言うとすごく大きな概念的な話かなっていうふうに思われてしまうかもしれないんですけど、仕事のこと、お金のこと、恋愛のこと、家族のこと、病気、健康のこと、差別について、苦しみについて、死についてとか、すごく疑問、身近な疑問について人生相談みたいな感じで神様からの答えが書かれているという内容になっています。で、人生のことについて全然悩みとかなくても、皆さんね、少し疑問ぐらいはいろいろあると思うので、きっと何かその疑問に対して答えが見つかるんじゃないかなと思うので、ぜひ読んでみていただきたいです。で、3冊あるんですけど、この1冊目ですね、1冊目に大体この大きなコンセプトというかベースとなる、ことが書かれているので、1冊目だけでもかなり読む価値はあると思います。で、詳細はぜひ本を読んでいただければと思うんですけれども、その大きな考えの一つとして、人生とは本当の自分を経験するためにあるっていう考えがあります。なので、人間関係に悩んだら自分をまず優先すること、そして相手が本当の自分を経験できるようにしてあげるということ。なので、お互いに縛り合わないことが重要というふうに書かれています。そしてもう一つ、
想像っていうのはイマジネーションの想像ではなくてクリエーションの方の想像ですね。想像は考えがあってそれを言葉にしてで行動することによって起こるっていう、コンセプト考え方ですね。で、例えばこう不安に思っていることとかがあってその考えを言葉にすることでそれが行動につながって不安に思っていることっていうのは現実になってしまうっていうことがあると思います。なので、例えば何か逆に達成したいと思ったら逆にまずもう達成したかのように行動する、そして言葉にする。でそういうことにそれをすることによって、考えが変わっていってで考えがその何か達成したいことについてもう達成したかのような考え方になってでその考え方がまた言葉になって行動になって現実に本当に達成されていくと、そういうことも書かれています。私は去年の後半にいろいろな出来事があって自分をこう疑ったりとか、あと考え方が後ろ向き下向きになったりしていました。なので、今年の抱負としてはもう本当シンプルに去年その前の年もう今年の抱負っていうので元旦、年始めに結構動画でシェアさせていただいてるんですけれども、去年とその前もこう3つの柱っていうことで3つの言葉で、今年の抱負っていうのをシェアさせていただいてたんですけど、もう今年はもうなんか3つとかなしもう本当にシンプルに自分を信じることっていうのを抱負にしたいと思ってます。自分を信じることでいわゆる成功や幸福っていう道から少しそれてしまって痛手を負うこともあるかもしれないけれども、それを恐れずに自分の信じた道を進んでいくことで最終的には自分がいるべき場所っていうのにたどり着いていくんじゃないかなと思っています。 You're exactly where you're supposed to be always。最後に、こちらの神との対話から、私が好きな部分をねシェアして終わりにしたいと思います。あなたは人は考えたり言ったりしたりしたことに傷つくだろう。いつか傷つかない日が来るまでは仕方がない。その日に最も早く到達する方法は完全に正直になることだ。自分がどう感じているかをはっきりさせ認め口にすることである。あなたの真実を語りなさい。優しくしかし包み隠さず真実を語りなさい。あなたが真実だと感じるように生きなさい。穏やかにしかし一貫してあなたが真実だと感じるように生きなさい。経験によってあなたのことが分かったなら素直に素早く変更しなさい。まともな精神を持った者なら誰でも、まして神なら人間関係で傷ついても受け流せ、平気でいろなどとは言わない。今傷ついているなら平気でいようとしても遅い。あなたの仕事は傷ついたということが何を意味するか考え、それを示すことだ。そうすることによってあなたはこうありたいと思う自分を選び、その自分になるのだから。2022年が皆様にとって素敵な年になりますように。それでは See you next time!